皆さんこんばんは。ヘリカルのヒカルです。今回も前回に引き続きヘリカルライブ生産限定アルバム全曲解説ヘリカル編をお届けしたいと思います。というわけで今回も作編曲を担当してくれたぐしみやぎくんが来てくれてます。ぐしみやぎです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回がヘリカル編ラストとなります。YouTube では公開してないんですけれども、ヘリカルファーストアルバムに入っている「フィリ」という曲についてお話ししていきたいと思います。この「フィリ」という言葉はですね、ゲール語で、詩人歌人とか言って詩人ですね、という意味を持った言葉です。この曲を制作するときに草っぽい曲って言ったんじゃないですか。そうだ。こう大地とか、こう荘厳な感じの楽曲にしたいんですっていうことを、なんかちょっと草っぽい曲がいいと思うんです。どういうことみたいな、みんな一瞬ポカポカポカンってなって大地っぽい感じのみたいな話をした記憶があります。そう、草感のあるその緑の感じのこう広がっていく感じ、言おうとしてることは分かりますけどね。草原とか、なんか草原ね。そういう感じをイメージして出た言葉が草だったっていう、ちょっと残念なエピソードがあるんですけどそれを伝えて出来上がってきた曲がとても素晴らしい曲で、よかったです、そう言ってもらえて。でもなんかヒカルとしてはちょっと馴染み感のある曲でもあった。そうですね、曲調的に、カラフェの時結構荘厳な曲たくさん歌ってきたので、なんかそういう、テイスト的にはそういう感じに似てるかなとは思いますね。ただこう一人で歌ってるし、もちろんぐしみやぎくんが作ってくれた曲なので、ちょっと新しい感じにはなってますけど、でもすごく世界観が広がるような楽曲を作ってくださって、なんかこう作った時の思い出みたいなのありますか？実は僕このアルバム8曲の中で一番個人的なお気に入り曲がこの曲なんですよね。どの曲ももちろん違った思い出あるんですけど、一番なんかこう作った後の達成感というか、なんか自分の中でなんかこうやろうと思ったことができたっていう感覚があったのがこの曲で、そうですね、やっぱりそのヒカルさんが今おっしゃってたように、そのカラフィナでの音楽活動って、やっぱその異国感とエキゾチック感とか、いろんな単語で表現できると思うんですけど、やっぱりこうどこか僕たちの日常にないその風景、草感っていうのも、日本の田んぼじゃなくて、やっぱなんか僕の中ではやっぱアイルランドの羊飼いみたいな、なんかそういう感じのもう本当だだっ広い、もう地平線まで見えちゃうんじゃないかってぐらいの、そういうなんか大地のイメージだったので、やっぱそれはやっぱイメージとしてそのカラフィナ時代のその活動のこう表しているような音楽性になんかリンクするものがあってですね。とはいえ、僕はそのカラフィナのような曲を書けと言われても書けないので技術的にも。でやっぱりそれを自分の中でこうちょっと解釈して自分の技量でこう落とし込まなきゃいけないんですけど、そうなった時にやっぱりその、メロディーもそうですけど、やっぱこうあえて複雑なことをしないで、割とストレートめに聴かせる方向に、ちょっと寄せていった部分もあるかなと思います。やっぱ8分の6っていうそのリズムもありますし、やっぱ多分こういう曲調だとヒカルさんの歌詞とかが多分すごい耳に
入ってくるうんだろうなと思ったので、そこはやっぱそこを立てる意味でもあんまりこうバックでこうなんかわちゃわちゃさせるっていうよりもそっちの方向に、寄せてったのかなっていうのは今振り返ると思いますかね。なるほど。なんかこの曲をもらった時に、はい、そうそれこそなんかシンプルというかその、うんすごい多分歌詞とか歌聞こえてくる曲だろうなと思って歌詞だからこそ歌詞をどうしようかなってそう思ったんだよね。まあその荘厳なちょっと大地っぽい曲にしてくださいとは言ったものの歌詞をどういう方向性にするかはまだ決めていなくて、はいはい、で曲をこうでもねワンコーラス分もらった時に改めてこうどういう形にしていこうかなというふうにまあ、考えてたんだけど、まあ、大地っていうものを想像した時に、まあ、大地ってさこうずっと歴史とともに生きてるものだなと思って。そうですね。そうなんか自分たちには見えないけどさ、まあ、地層じゃないけど積み重なってきたものが絶対にあってさ、自分たちが見てない歴史も多分ずっと見てるんだろうなみたいなことを想像したの。そうですね。人の寿命よりはるかにあるんですからね。だからなんかそういうとこからイメージしてこう過去から今にこう紡がれてきたもの、人もさこう、まあ、先祖とか書いてさ、ずーっとこう誰かが何かを継承して今があるなと思ってそれを歌詞にしてみようって思って書いたのがこのフィリの歌詞で、そうでまあ昔はさ、詩人がこう歌いつないでこうあったことを歴史に残してきたっていうのもあって、まあ、タイトルを、まあ、詩人フィリっていうものをつけたんだけど、なんだろうこの歌詞こそファンタジー。まあ、そうですね。やっぱ他の曲とはちょっとテイスト違うっていうか、そのあんまりこのいい意味でですよ、ヒカルさんが見えないっていうか、そういう意味ではなんかもう作品と舞台を見ているような感じだなって僕は最初見た時思いましたね。そう、一番自分ではない誰かか、そうか、群像劇というか、一番歌詞っぽい歌詞、ヒカルの中では。なるほどなるほど。なんかヒカルじゃないから、だから歌ってる時も、自分っていうよりは語り手っていうイメージで歌う曲かなと思う。なるほど。でもそうこの曲が僕がその結構お気に入りっていうのもなんかすごい、まあ別にどの曲を比べるわけでもないんですけど、なんか一番なんかメロと言葉と世界観とがなんか綺麗にこうなんか混ざった感じというか、でもやっぱ言葉と音楽を作ってる人が別な人な以上、その人たちは絶対一緒にはならないから、そういう意味で別の人が作ってることで発生するまあ、化学反応だったりっていうのがもちろんあるんですけど、やっぱりこう例えば同じ人が作った時のようななんかこう純度の高いものっていうものの美しさってあるじゃないですか。人と人とが混ざり合う美しさと、その一人の人がやった美しさっていうのももちろんどっちもあって、でこの曲は割と2人で別のことをやったんだけど、なんかすごい一緒のなんか景色でなんか作ったような感じっていうのがあって、そういう意味ではなんか作品としての満足度が高かったのかもしれないですね。確かにね。これ撮ったの多分7曲目だよね。そうですね。もうだいぶ曲を一緒に作ってきて、いろんなジャンルの曲もテイストの曲もやってきて、まあそういう意味では積み重ねだった。そう積み重ねで満を持してちょっと原点に戻るじゃないけど、こうあえてやらなかったことをやろうってなってやった結果、親和性が生まれるっていう。なるほど。まあそういう意味でもなんか
そういう歴史を感じられる一曲というか、このアルバム8曲分のなんかね積み重ねを意識していただけるのかなと思いますけどね。なんかこう凝縮した感はとてもあると思う、とてもシンプルだけれども、そうですね、そんなフィリなんですけども、こちらの曲に対してもクリエイターの方からクリエイターって言っていいのかな、サウンドプロデューサーの富田さんから、回答をいただいているので、そちらを紹介していきたいと思います。この楽曲を聴いた時の印象はいかがでしたか？ミステリアスで荘厳な多重コーラスのベールをくぐると、その先にはエキゾチックな非日常の世界、詩と歌を編み生きていく吟遊詩人の独白のような歌詞が哀愁の歌声と相まって感動的な楽曲になったと思っています。言葉が綺麗すぎる素晴らしい文章ですね。なんか聞いてて惚れ惚れしますね。すごい、確かに表そうと思っていたところを、さすが汲み取っていただいているさすがですね、サウンドプロデューサー。楽曲をレコーディングしている時の立ち会いはもちろんなんですけど、その TD って言ってその楽曲の全体的なバランスを決める時にも、立ち会ってくださって、ここもうちょっとこうした方が曲良くなるんじゃないみたいなアドバイスもたくさんいただくので、なんか曲の全体感とか、その一つ一つのポイントとか、そういうところにもしっかり注目しながら曲を作ってくださってるなっていつも思います。あとなんかやっぱり、ヒカルさん自身は、歌っているから、自分の声がすごい、気になるというか、一番聴いちゃうじゃないですか。で僕も僕で、それ以外のことをやってるから、そのいろんな細かいところに気がいっちゃうんですけど、それをやっぱ俯瞰で見れる人っていう意味で、やっぱサウンドプロデューサーの存在っていうのはとても重要で、かつ一番なんでしょうね、リスナーに近い、制作者から一歩離れて、判断ができるという意味では、皆さんの印象っていうのも汲み取れるポジションだと思うので、かなりヘリカルにおいては富田さんの存在っていうのは欠かせないですね。そんな印象を持ってくださっているのですが、この楽曲を制作するにあたってこだわったところ、難しかったところはありますかという質問に対しては、8分の6拍子のリズムとエキゾチックなメロディーアレンジを表現させたら日本屈指のシンガーであるヒカルさんなのでそうですかカラフィナ時代にね、8分の6もたくさんやってきたっていうのもあると思います。私が難しいと感じた部分は特にありませんが、逆に言うと彼女にとって王道的な聴かれ方をするかもしれないこの曲を手掛けた串宮城くんに対するプレッシャーとそれに伴う辛労の方を心配していました。笑い。さすがそういうところも見てくださってる。そう全体をね。でもやっぱ実際こういう曲調をやるって、かなりなんでしょうね、勇気のいることだと、思うんですよね。皆さんはやっぱりカラフィナの時代からヒカルさんの歌声を聴いて来られたと思うので、そこでそういう親和性のあるような楽曲をやると、どうしてもその時の、その時とちょっと比較してしまう瞬間も、あるとは思うんですけど、そういう意味で、富田さん、僕が制作するにあたって、結構言ってくださったのが、そこをに寄りすぎなくてもいいんだよっていう、自分の串宮城っていう個人の表現っていうのも全然もっと出していったらいいと思うっていうふうに言ってくださって、そうなった時に僕もそういうちょっとプレッシャーというか、どういうふうな聞かれ方するのかなっていう不安が晴れてきたっていうような経緯がありました。この曲に関しては特にね、やっぱり10年やってきたものだから、やっぱりそれこそ、それがね12年とかだったら
なんかそこまでこう聞いてくださる皆さんにもこう新鮮なものとして受け入れられたかもしれないけど、こうあまりにもしっかりした年数がありすぎてやっぱりそこに取り組むっていうことに対して、まあ、もちろん思うところはあったけれども、でもやっぱりそういう曲として素敵なジャンルではあるから、そうですね、そこをこう排除するっていうのは違うかなと思ったし、自分がやってきたことも捨てずにそれを持ったまま続けていくっていうふうにも思っているので、そこをまあ曲でも表現していくためにちょっとトライしてみたいなっていう気持ちもあったので、はい、とてもチャレンジフルではあったけれどもやってよかったなって思います。そうですね、僕もかなりこの曲を経た後では全然こう意識とかそういうのも変わりましたし、とてもなんか貴重な体験だったな、そうね、はい、だからやりきった感があったのかもしれないですね、はい、そんな曲ですけれども、この楽曲を視聴される皆さんに注目してほしいポイントがあれば教えてください、はい、という質問にはまるでさまざまな世界線を旅するような独特な世界観を持ったミニアルバム「ヘリカル」の中でより異国情緒満載な曲がこの「フィリ」だと思います。あとは「夜中」今はコロナの影響などで海を越えて旅に出ることが叶わない状況ですが、この曲に詰まった大陸の空気をたっぷりと吸い込んで日常を忘れて一人旅の気分を味わってみてくださいということです。そうですね、確かになんか今の時期だからこそ聴くこの「ヘリカル」ってアルバムのなんか印象はあるかもしれないですね、面白さみたいなのがあるかも、それこそ、まあ、タイトルにいろんな国の言葉をつけてるだけあっていろんなジャンルに富んでいるアルバムにはなるので、1枚聴きながらちょっといろんな旅をしてもらえたら嬉しいかな。僕パスポート持ってないんですよね。え、パスポート持ってなくて、おっとだからもうこのね今の情勢が、良くなったら、まあね、せっかくこんないろんなね国のモチーフにした曲を書いてるわけだから、ちゃんと一人でいろんなねところに行ってみたいなと思いますね。一人じゃなくてヘリカルできヘリカルでいければ一番一番いい。希望はね、はい、希望は持ったまま活動していきますので、行けた際には皆さんぜひ生でね聞きに来てくれたらいいなと思います。そうですね。はい、その際はぜひよろしくお願いします。というわけでここまで、ヘリカルのこのアルバムの楽曲についてたくさんお話ししてきました。そうですね、これ作るのに1年もかかってないんですよね。そうですね。本当に数ヶ月で8曲を2人で作ってきて、まあいろんな人の力ももちろん借りて動画を作ってもらったりとか絵を描いてもらったりとかエンジニングしてもらったりとか、本当にいろんなことがあったなって今回の解説動画を撮って、そうですね、改めて振り返ってみて改めて自分たちも思い返した部分がたくさんあって、どうでした？ヘリカル振り返ってみて。いややっぱりなんか原点にして頂点、いや間違いなくでもここから始まったっていう、そうですね、とても思い入れのある作品なので、まあここからどんどんなんかいろんなことを表現できればいいなと思いますね。ファーストアルバムでいろいろ試したからこそこうできることと、これをやったらもっと面白いんじゃないかみたいなことが生まれてきてはいるので、これからそれを形にしていけたらいいなと思っております。なのでまずは皆さんこれをぜひ聴いてください。グッズで再販します、はい、というわけで、今回の動画良かったなと思ってくださった方はいいねボタンと、これからこの後ですね、エレメンツというアルバムを出しておりまして、ミニアルバムを出しておりますので、その曲の解説を今度はしていきたいと思いますので、
それが気になるなという方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします、というわけで、ヘリカルライブ生産限定アルバム全曲解説ヘリカル編、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ1回見たよという方もですね、振り返ってみていただけると嬉しいなと思います。というわけでありがとうございました。